ピコピコピーン。僕の名前はピコです。はい、こんにちは。ピコーズの共同代表古川と申します。東京に 3D のプリンターのフェアを見に行きました。僕の名前はピコです。それではスタートです。今回行ったところ、隣でなんか別のアイドルグループのイベントがあったみたいで、私神奈川の座間から出てきておりますため、完全なるおのぼりさん状態ね。もうとりあえずわからないことが聞いていくスタイルで、あっちから入るらしいというお兄さんでした。ありがとうございます。代表、聞き込みスタイル強すぎるよ。もうね、3D プリンター、どっかの高校の文化祭で初めてものを見たんだけど、ちょっと鼻血出るぐらいね、興奮しちゃって。こういうイベントの入り口からもうワクワクだね。1万ちょいのをちょっと買ったんだけど、自分には使いこなせなくてですね、せっかくこういうね、フェアっていう機会、入場料は払ったけども、ピコちゃんも一緒に行ってくれるっていう話なんで、ピコピコ、おじして行ってまいりましたよ。ね、こんなとこはしゃいじゃってね。はしゃぎすぎは禁物ピコでね、そこそこ暑かったね。ピコピコで、クリアリティっていうメーカーさんの来た本命ブースの気配だよ。一般用の機械なのかな、家庭向け、それがスパーク XI7 ってやつで、ここで紹介したいのが 3D プリンター界ではもう定番の存在ともいえるクレアリタさんです。公式サイトを見ると、家に輪向けの 3D プリンターから本格的なハイエンド機、さらにレーザー彫刻機、 3D スキャナー、フィラメントやアクセサリーまで、ものづくりに必要な機材をかなり幅広く展開しているのが特徴なんだよね。つまりまず1台欲しい人から、もっと精度や速度を上げたい人まで、段階に合わせて選びやすいブランド。しかも製品だけじゃなくて、保証やサポート、周辺パーツの充実も打ち出していて、買った後まで見据えているのが強いところ。代表書きになっていた家庭向けモデルみたいに、初心者でも入り口に立ちやすい機種を出しつつ、上域ではさらに表現の幅も広げてくれる。創作の最初の一歩にも、その先の本気の一歩にも応えてくれるメーカーさんという印象です。で、こっちがね、やっぱちょっと工業用というか、企業向けというか、これね、20万ぐらいなんだよ。同じく4色使えるパターンで、ただこっちの方がね、やっぱ性能がいいんだよね。ただね、高いのと、メンテナンス性がかなり、めんどくさいって言い方もあれだけど、大変らしくて。とりあえず一般ユーザー向け、家庭向けの7万前後のやつでいいんじゃないかなとは思ってるんだけど、ただそっちで爆発的にうまいこといくんであれば、この20万の方ね、いっちゃってもいいんじゃないかなっていう思いですね。代表、完全にもう欲しくなってる顔だよ。実際だってピコちゃんこれあったらどうします？組み立てられるようなやつも夢があるね。これもね、側はやっぱプリンターで 3D プリンターで作ったやつ、モーターとかはね当然別なんだけど、こちらのロッキーさんはブートの紹介文でも 3D プリンターを使って日々ものづくりをしていると書かれていて、 SNS で反響の大きかったものを販売しているクリエイターさんです。作品を見ると、歩くトコトコスタックちゃんみたいな遊び心のあるアイテムから、ミニ四駆向けのモーターケースやジグまで並んでいて、可愛さと実用性が同じ棚に並んでいるのがすごく面白いんだよね。
この子もね、パーツが全部で4つらしいんだけど、これも 3D プリンター。こういう発想で描く作品大好き。で、ここがね、漫画家さんなのかな、豚まんっていう、そう、ところで、これちょっとね、ピコちゃんに土産、このどんぐり買ったんで、あとは後で開封していくんだけど。お土産来た。これは開封が楽しみだね。豚さんモチーフを中心にしたフィギュア、漫画、ステッカーカード、アクリル小物など世界観のある作品がずらっと並んでいます。ただ置くだけで会話が生まれるタイプの作品なんだよね。ビーバースハイブさんは YouTube で 3D プリンター周りの発信をしているクリエイターさんです。公開されているチャンネル情報や検索結果からは 3D プリンターの導入、実機レビュー、実際の出力例を交えた紹介など使ってみたリアルが伝わる動画を継続的に出している様子が見えてきます。こういう発信者さんのいいところってスペック表だけではわからない音や癖や実際どんなものが作れるのかを自分の目線で見せてくれるところなんだよね。そうで、ここがフィラメント売ってるところなんだけど、なんか結構綺麗なフィラメントいっぱい売ってて、これ鳥とかも全部フィラメントじゃねえ、3D プリンターで作ってるからね。ここはね、なんかね、結構カラフルなフィラメント売ってて、素材が変わると作品の表情も変わるね。カイラブさん D さんはフィラメントを主役にしたブランドで公式サイトでも多色表現や光沢感、色変化を楽しめるラインナップをかなり前面に出しています。例えばチャメレオン系のような色の見え方が変わる素材や季節感をイメージしたコレクションなど単に材料ですで終わらないのが面白いところ。しかも見た目だけじゃなく主要な 3D プリンターブランドとの互換性や品質の安定性、量産体制、安全基準への対応も打ち出していて趣味の人にも実用重視の人にも届く設計になっています。つまりカイラブさんは作品を作るための裏方というより素材そのものが表現になることを見せてくれる存在。会場で見かけると完成品の綺麗さの理由が造形だけじゃなく素材選びにもあるんだなって実感させてくれるブランドです。フィラメントってもう絵の具みたいだよね。色が単一じゃなくて楽しいよっていう。これなんか手前のとかなんか空気入ってそうだけど、これもこういう綺麗なフィラメントだから、夢あるよ。素材が変わると作品の表情も変わるね。フィラメントってもう絵の具みたいだよね。ほんとね、一ブース一ブース全部捕まっちゃうから。てかまあ首突っ込んでいくパターンなんだけど捕まっちゃうっていうか、こういうほんとピコちゃんグッズをガンガン作っても販売っていうより自己満足です。もうピコバニアファミリー作っちゃおうぜっていう。ピコバニア計画ちょっと本気で進めようか。これちょっとね、あまりにも進むのが遅くてですね、ピコちゃんが一人でこう一周回ってきてくれるっていうね。自作してるの意味わからんよね。プリンター作ってんだみたいな。これね、これ倍速じゃないの。これね、普通のスピードでこの速さなの。本来なんかこの船の模型って大体20分弱ぐらいかな。最初のサンプルでついたの大体この船の模型なんだけど、これがね、5、6分でできちゃうっていう。ただまあ作りはね、確かにそう雑は雑なんだけど、いやでもね、この形、このクオリティをね、6分はね、早いよ。自作はもう愛と執念の世界だよね。めちゃくちゃ早いからこれ。
お試しでちょろっと作る分には別にこのスピード全然問題ないだろう。なんかね、そう、やっぱモーターが熱くなっちゃうことによって、スピードが、そう、ブレるみたいなこと言ったね。速いだけじゃなくて発想がすごいんだよね。シャさんは X 上で 3D プリンター、自作機構、メーカーチップ、ミニプリンタ部品などかなり濃いものづくりの話題を発信している方です。公開投稿では JRRF 関連の発信や自作プリンターを作っていてよかったという言葉、さらにはガントリー部品の加工、減速機構の工夫みたいなかなり実践寄りの内容も見えてきます。つまり既製品を使うだけじゃなくて必要なら自分で仕組みから作るというスタンスの強いメーカーさん。こういう出店者さんの魅力は完成品のインパクトだけじゃなく、その裏にある試行錯誤まで作品に滲んでくるところです。会場で見かけると速さや珍しさだけでなく、どう考えてそこにたどり着いたのかが気になってくる。 3D プリンター文化のコアにある実験精神と改良魂を感じさせる出店者さんです。で、ここなんだ、アニマルフィギュアだかな。そう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 。まあ結構可愛らしいのがいっぱい並んでて。で、これね、ピコちゃんがお友達登録してくれたから、そう、無事、人数分いただけましたっていう。フィラメントといえば、ポリマーカさんも外せない存在です。公式サイトでは PLA や PETG のような定番素材だけじゃなく TPU、朝、PC、ナイロン系、カーボンファイバー配合材、さらに工業用途まで見据えた高機能素材まで本当に幅広く展開しています。特徴として大きいのは造形の安定性と用途の多さ、ノズル詰まりや反りを抑える工夫、高速造形への対応、強度や耐熱性を求める場面への対応など、何を作りたいかに合わせて素材を選びやすいんです。だからポリメーカーさんの存在って作品をただ出力するための材料屋さんじゃなくて、完成度を一段上げるための選択肢を増やしてくれるパートナーみたいな感じ。色だけでなく性能まで含めて作品作りを考えたい人にはすごく心強いブランドです。見れば見るほど作りたいもの増えちゃうね。多分そのうちね、水中散歩とかしてるとね、まあそのうち亀にも出会うこともありましょうよ。ねえ、ピコちゃん。ピコピコピーン。まあ、今回ね、変える色違い2つと、亀ですね。あ、で、このミノさんね、これ、またちょっと優しい感じの色合いで、まあ、いろんなのを作っててくれて。つつじろみのさんはインスタグラム上で小さな幸せを作る 3D クラフト作家として活動されていて、一輪挿し、置き時計、小物収納など暮らしの中にスッと馴染む作品を発信しています。投稿を見ると北欧っぽい空気感や柔らかい色合い、マットな質感を大切にしていて、いわゆるメカっぽい 3D プリントとは違う魅力を見せてくれるんだよね。 3D プリンターって精密機械とかガジェット寄りのイメージを持たれがちだけど、スタジオミノさんの作品はそこを軽やかに飛び越えてインテリアや贈り物の世界に持っていってくれる。機械で作っているのにちゃんと手のぬくもりや生活の優しさが残っているのがすごく素敵です。 3D プリントの可能性って速さや精度だけじゃなく暮らしの気分までデザインできるんだなって感じさせてくれる出店者さんです。さっき言った通り、メダルが、自分のところの名刺代わりなんだけど、こちらに関してはこのメダルの中に、この椅子を作るキットが入ってるんですよ。ペラペラなんだけど、ペラペラ。でね、これ、
持ち帰って作りますわ。いただけたんで。まあ、ここはね、代表の私が、ガツッとね、作ってやりますんで。乞うご期待。優しい色って造形の魅力がまた変わるね。そう、ちょっと発想的にはね、こういうのもちょっとうちの商品ラインナップに入れてもいいんじゃないかなっていう感じでしたね。まあちょっとあとはもうピコちゃんがどう思うかしたいだけど、手つきがたどたどしすぎるピなんかイメージも売れるものを作りたいっていうか、もう作りたいものを作りたいよね。コ。外れるところを探してるの？もうだってみんな 3D プリンター自分で買っちゃったらこういうの作れんだから、こういうの自己満足だ、自己満足。まあなかなかね、なかなかうまくいかないぞ、こういうのは。作り方をよく見るピコ。で、そう、これちゃんと携帯で作り方を見ながら、奥さんのアドバイスをいただきながら、まあ今回これ3個もらって、1個目はもう奥さんが作ってたんですよ。まあ手先器用だからね、スイスイ作っていただいて、でまあちょっとピコちゃんと約束しちゃったから、しっかりね作った動画をね撮ってみましたよ。繊細な作業が苦手な佐藤寺でも作れるんだから、設計がすごいピコ。かわいいピコ。あとこれ皆さんの名刺みたいなのをここにはめてって、最後なんだこれ JRRF になるのかな。だからね、ここにちょっとピコちゃん名刺をこれ本当はね入れないとね、ここにありみたいな、ピコーズここにありみたいな、ここに本当は入れていきたかったんだけども、なんだかんだで3時間ぐらいいたね。まあ盛り上がった、個人的には。これ豚まんさんの開封の儀開けます。でもしっかり、結構意外としっかりついてるの。作りがしっかりしてるピコ。なんかそう、プロレスラーみたいなのが出てきちゃって、なんだこれってね。ハンプシャーっていう豚の種類をモチーフにしているピコ。まあこれはピコちゃんに差し上げます。妹のピピと一緒に遊ぶピコ。最後までご視聴いただきありがとうございます。これからのピコーズの 3D プリンタ事業の行く末を見守ってほしいピコ。僕の名前はピコです。チャンネル登録よろしくピコ。ピコピコ。